はい、どうも、こんにちは。今回はですね、商店工房様からお声掛けいただきまして、TTR チサンの AF14mmF3.5 という広角レンズをね、レビューしていきたいと思います。はい。でね、このレンズも見ていただいたらわかると思うんですけど、めちゃくちゃコンパクトなレンズになっています。APS-C のフォーマットではあるんですけど、オートフォーカスに対応していまして、価格もね、手頃になっているので、広角レンズ入門のね、レンズとしても良さそうだなと思っております。はい。そしてね、こちらの TTR チサン AF14mmF3.5 の概要をね、お伝えしていくんですけど、焦点距離は 14mm で、フルサイズ換算で約 21mm となる広角レンズとなっています。開放 F 値は 3.5 となっていまして、対応マウントはソニー E マウントレンズとなっております。で、長さなんですけど、もうこれめちゃくちゃ短いですよね。レンズ本体の長さがもうだいたいね、20mm ぐらいとなっていまして、そして重さもレンズフード除いて、だいたい 98g と。AF 対応のレンズとしてはですね、もう非常にコンパクトになっていて、持ち運びにすごく便利なね、レンズになっています。で、フィルター径はね、39mm となっていまして、こういったね、金属製のレンズフードっていうのが付属してきます。レンズ本体もですね、金属製でかなり質感良くてですね、フォーカスリングの操作感もかなり滑らかですし、絞りリングもちゃんとついていまして、ここね、リングはクリック感がありまして、F は16まで絞ることができるようになっています。全体的なビルドクオリティかなりいいかなと思っているんですけど、それでいてね、価格は約25,000円弱と、かなりね、抑えられているので、すごくね、コスパいいレンズになってるかなと思っています。コンパクトなね、カメラに装着してみると、こんな感じになっていまして、かなりね、収まりいい感じかなと思っています。はい。そしてですね、漢字の写りについてなんですけれども、いろいろね、写真を撮ってきましたので、見ていただければと思います。で、開放でもですね、解像感は結構なかなかいいかなと思っています。中央部分はね、パキッとした描写っていうのもできていましたし、ただね、周辺部分はね、ちょっと甘いところもね、あったかなとは思いましたので、ある程度絞ることで抑えることはできるんですけど、妥協しなきゃいけない部分っていうのもね、一定数あるかなとは思いました。で、このレンズは APS-C 用なので、今ね、α7C2 に装着して使っていて、クロップして使っているんですけど、それの影響もあるかもしれませんが、周辺言語っていうのはね、ちょっと見られましたね。で、意外だったのはね、逆光体制でして、こちらはね、フレアが若干出てるかなぐらいで、かなりね、逆光、フレアゴーストっていうところはね、抑えられているなと思いました。夕日のね、写真撮ったんですけど、全然ね、綺麗に撮れていましたので、これちょっと意外だなと思いましたね。フルサイズ換算で 21mm で、少々難しい焦点距離ではあったんですけど、やっぱどこまでね、情報を取り入れるかっていうね、構図を考えながら撮るのがね、すごく楽しいレンズかなと思いました。はい。そしてですね、オートフォーカス性能についてなんですけど、速度についてはね、結構速いなと感じました。純正レンズやサードパーティー製のレンズともね、比較をしてみたので、そちらもね、見ていただければなと思います。ソニーの純正レンズはですね、焦点距離の近い 20mmF1.8 の G レンズを使ってみたいと思ってます。で、もう一本サードパーティー製のレンズはですね、サムヤンの 12mmF2 をですね、使っていこうかなと思っています。こちらはですね、APS-C 用のレンズになりますので、フルサイズ換算でいくと約 18mm ぐらいですかね。で、比較に関しては全くの同条件というわけではないので、参考程度にね、見ていただければと思うんですけど、やっぱりね、純正レンズに比べるとどうしてもね、叶わない部分はあったんですけど、サムヤンのレンズと比べるとですね、かなり違いがありまして、結構ね、純正に近い速度でね、ピント合ってるなと思いましたね。価格差がね、かなりある純正レンズと、割かし近いですね、オートフォーカス速度になってるっていうのはね、単純にすごいなと思いましたね。
そして最短撮影距離っていうところについてもね、比較してみました。これでちょっと一回試してみようかなと思います。サムヤン AF12mm。この辺は余裕そうですね。この辺まで大丈夫。この辺からちょっと厳しくなってくるかな。ちょっと怪しくなってきたけど、やばい。限界だね。この辺ぐらいがギリかな。だいたい20センチぐらいって感じですね。次は TTR 地算ですね。やってみたいと思います。この辺までは全然余裕ですね。で、こっからこの辺ぐらいからちょっとね、怪しくなってくるので、でもまだピント合ってるな。もうちょっといけるのか。まだいける？まだいけますね。ちょっとこの辺厳しい。この辺厳しいな。これぐらいでしょうか。20センチぐらいはありそうですね。意外とでも寄れるんだな。思ってたよりはって感じですね。最後はね、純正レンズですね。余裕っすね。余裕っすね。余裕ですね。まだいける？まだいける？まだいける？当たっちゃうぜ。この辺きつい。この辺きつい。ここですね。いや、さすがだな。はい。15センチぐらいかな。だいぶ寄れますね。攻めすぎか。これぐらいかな。それでも15、6センチぐらいという感じなので、圧倒的にやっぱ寄れますね。で、あとやっぱりオートフォーカスの安定感は純正レンズさすがって感じはしますね。TTR 地算 AF14mm F3.5 はですね、スペック上では 0.25 メートルと、純正に比べるとね、そんなに寄れるレンズってわけではないかなと思っているんですけど、実際にですね、どこまで寄れるかっていうのを測ってみると、意外とね、0.2 メートルぐらいですかね。それぐらいね、寄ることは一応できました。で、サムヤンのレンズに関してはですね、スペック上では 0.19 メートルとなっていまして、実際試してみてもね、それくらいの感じではありました。で、最後ね、純正レンズに関しては、スペック上ではですね、0.19 メートルとなっているんですけど、実際試してみたらもうちょっとね、寄れる感じでして、だいたい 0.16 メートルぐらいの感じでしたね。ここはやっぱりね、純正レンズが圧倒的ですね。で、個人的にはこの寄れるっていうのはすごく重宝してまして、動画なんかではですね、被写体にぐっと近寄ってダイナミックな絵をね、撮るっていうのが好きなので、やっぱ動画での使用に関してはね、ちょっとね、と思う部分もあって、オートフォーカスね、すごく速くて良かったんですけど、被写体認識の相性だったりとか、オートフォーカスの安定性っていう面ではですね、やっぱり純正レンズの方に軍配が上がるなとは思っているので、自分はね、主にこちらの TTR 地算の 14mm F3.5 に関しては、写真での利用がね、主になるかなと思っていますね。やっぱ圧倒的なこのコンパクトさなので、気軽に持ち出して、やっぱりスナップ用のレンズとしてですね、使っていけるのがいいかなと思っていて、そういうね、用途で今後は使っていこうかなと思っています。あと、特徴としてはですね、TTR 地算さんのこちら、レンズキャップはですね、USB ポートが準備されていまして、ここに PC を接続して、ファームウェアのアップデートができるようになっています。ここに電子接点があるので、ここでね、読み込むことができるということみたいですね。で、初期のファームだと手ブレ補正がね、うまく機能しないケースっていうのがあったようでして、今回ね、新しいファームウェア準備いただいているので、そちらにね、今からアップデートをしていこうかなと思っています。やり方はね、すごく簡単です。まずは、PC にね、この USB ポートに接続をしていただいて、よいしょ。そうするとね、PC 側の方に TTR 地算っていうね、フォルダがですね、出てくるかと思います。はい。で、ここのフォルダの中にですね、ダウンロードしたファームウェアをコピーペーストしてもらって、その後ですね、この状態でもう一回ね、閉じてもらって、しっかりと取り外しをしてもらいます。はい。で、一回ね、
外してもらって、で、ファームウェアのアップデートができたかどうかっていうと、確認はもう一回ね、接続をしてもらって、さっきの TTRG 欄のフォルダの方にアクセスをしていただくと、ここにね、デバイスインフォメーションっていうのがあるかと思うので、これを開いてもらうと、ファームウェアのアップデートのこのバージョンのデータがね、何になってるかっていうのが見えますので、ここでアップデートができたかどうかっていうのが確認できるというふうになっています。ちゃんとできてそうですね。はい。問題なくできていることが確認できたので、また取り外しをしていきますと。そしてあとはね、取り外して完了です。はい。ということでいかがでしたでしょうか。ここまでね、TTRG3 AF14mm F3.5 についていろいろとね、お話をさせていただきました。で、まとめるとですね、やっぱり比較的手頃な価格で広角レンズをね、導入できるというところで、広角レンズの入門用としてですね、結構いいんじゃないかなと思っておりますし、やっぱりコンパクト設計、めちゃくちゃ軽量なので、スナップ用のレンズとしてですね、とても相性がいいかなと思っております。で、オートフォーカスもかなり速くて、性能面もね、結構実用的ではありましたね。はい。ただ、動画目的だったりとか、物撮りをされる方にはちょっとね、最短撮影距離とかがですね、純正レンズに比べると、ちょっと見劣りする部分もあるかと思いますので、そこはね、うまく使い方をね、工夫していく必要があるかなとは思いますね。で、ソニーの APS 式や α7C シリーズをね、お持ちの方は持ってて損のないレンズになってるんじゃないかなとは思っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネルではこういった撮影機材のお話でしたりとか、あとはデスク周りのガジェットなんかをご紹介しているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。